はいどうも、ポチです。交渉が決裂し、激突してしまう虎杖とはかり。あくまで部品としての役割を全うする虎杖なんですが、そんな虎杖の姿を見て僕は渋谷事変のあのシーンを思い浮かべてしまいました。ということで本日も157話の考察を行っていこうと思います。本動画は最新話までのネタバレを含みますのでご注意ください。また本日も21時から YouTube ライブを行いますので、お時間がある方はぜひ覗いてみてください。それでは早速やっていきましょう。レッツ領域展開。前回の156話で超人的な観察眼を見せつけていた伏黒めぐみ。正直敵がこんなに分析してきたらもはや気持ち悪いまであると思うんですが、今回の157話でもその観察眼は止まりませんでした。なぜ隠しておいた玉剣が伏黒に向かって飛んでくることが分かったのかというキララの質問に対して、呪力出力が高い方に引っ張られるからと答えた伏黒。玉剣が飛んでくるまではまだ賭けの段階だったみたいなんですが、それを玉剣に自分が一度引き寄せられただけで思いついたみたいなんで、キララが若干引くのも頷けますよね。呪術高専生の中でも座学が1位という設定のある伏黒めぐみ。実は座学1位はもう一人いるんですが、それがあの東堂葵だということは口が裂けても言えません。伏黒の真剣な態度を見て話を聞くことを承諾したキララ。これでようやく話が前に進むと思ったんですが、なんとそこにさらなる乱入者が現れます。155話で高専関係者であることがバレてしまった虎杖。その後どうなったのか156話では明かされていなかったんですが、どうやらはかりを説得することはできず、話を聞いてもらうためにはかりの攻撃を耐え続けていたみたいです。再開して早々このやりとりに手を出さないよう伏黒たちに忠告する虎杖。かなりボロボロではあるんですが、虎杖には虎杖なりの考えが何かあるみたいです。一方的に虎杖を殴り続けるはかり。全く抵抗しないまま殴られる虎杖に対して違和感を覚えるんですが、これも虎杖の作戦の一つだったみたいです。あくまではかりに仲間に入るよう頼みに来ている立場である虎杖たち。もちろんはかりを打ち負かしたところで、はかりが仲間にならなかったら意味がないんで、はかりが折れるまで攻撃を耐え続けるという作戦を取ったみたいです。虎杖を殺すか自分自身が折れるまでこの戦いは終わらないという状況に立たされたはかり。ボッコボコにされているのに主導権は殴られている側にあるというこの状況を見て、ハンターハンターの半蔵 VS ゴンを連想した方は少なくないかもしれません。はかりに一方的に殴られ続ける虎杖。その様子を見たキララも思わずはかりに話を聞くよう促すんですが、はかりは止まることなく虎杖になぜ自分に助けを求めるのか質問します。虎杖が一緒に視線をくぐり抜けてきた先輩たちを信頼しているからこそ出たその答え。しかし虎杖たちの関係をまだ分かっていないはかりにとっては、それが人に頼まれたから来たという無責任な言葉に聞こえてしまったみたいです。すれ違ってしまう虎杖とはかりの思い。この状況のこともそうなんですが、学長が亡くなったことをパンダ以外知らないというのも地味に切ないなと思ってしまいます。未だにその呪術について謎の多いはかり。本人が説明していないんで術式については未だに不明なんですが、それとは別に呪力についてヒントとなるような描写が明かされました。虎杖曰くヤスリのついたバットでぶん殴られているみたいだというはかりの呪力。術師たちの呪力の特徴が毎回明記されているというわけではないことからも、戦い方や術式に何かしら関係している可能性は高そうですよね。ざらついているがゆえに痛みを伴うというはかりの呪力。ヤスリという意味深な表現もあったんで、個人的には相手の呪力を削り取るというような能力が備わっていたら面白いなと考えています。虎杖を殴り飛ばし、伏黒とパンダに連れて行くよう促すはかり。
しかしそんな中で再び立ち上がった虎杖ははかりの目の前まで行ってあることをはかりに問いかけます。渋谷事変の真人との戦いの中で呪術師と呪いという大きな歯車において呪いを払い続けるのが自分の役割であるという答えを出した虎杖。渋谷事変でも自分が戦うことに意味や理由はもういらないと話していた虎杖ですが、渋谷事変が終わった今でも大きな歯車の一部、つまり役割を持った部品であるという認識が虎杖が呪術師を続ける大きな原動力になっているみたいです。自分の予想に反して虎杖が強い意志を貫いていることに気づいてしまったはかり。155話では冷めたと話していたんですが、キララに諭されるという形で再び自分の熱に向き合い始めました。ようやく話を聞いてくれることになったはかりとキララ。予想通りキララがはかり説得に力を貸してくれるという形になったんですが、そのキララのセリフの中にはかりの人柄を表すようなセリフがありました。ギャンブル好きかつ掛け試合を主催していることから結構悪いイメージがついていたはかり。しかしこのキララのセリフからどうやら人柄はあくまで善人で悪いというよりも不器用な性格なのかなというイメージに変わりました。百鬼夜行の際に上層部とトラブルになってしまったはかり。もしかしたら理由は術式だけではなくはかりのまっすぐな性格と上層部の温度差などにもあったのかもしれません。ついに話を聞いてくれることになったはかりとキララ。あとは2人が協力したくなるような動機があるかどうかにかかっていると思うんですが、あのはかりが五条さんと呼んでいたことからも、はかり自身五条に対して何かしらの恩や思いがあるのは間違いなさそうです。またはかりがかつて人助けをしていたことからも、その恩師がピンチとなれば間違いなく協力してくれると思います。なのではかりとキララに五条封印を説明する、五条や積木を助けたい旨を話す、承諾して2人が仲間になるという展開になるんじゃないでしょうか。次回虎杖とはかりが大激突とジャンプの予告には書かれていたんですが、おそらくバトルではなく話し合いになると思われます。はかりの術式やキララの性別などについてもまだまだ謎が残っているんで、次週あたりで明らかになる可能性は非常に高そうです。ということでいかがだったでしょうか。伏黒が公式からもウニだと思われているのはさすがに笑ってしまいました。まあまあ長くなったはかり編ももう少しで終わりそうなんで、新たなチームで死滅回遊編に突入するのが非常に楽しみです。それでは本日はここまでにしようと思います。ぜひチャンネル登録やグッドボタンも忘れなく。次の動画で会いましょう。バイバイ。